こんにちは、ボイチです。漫画家もして YouTuber もしています。ディレクターさん、こんにちは。こんにちは。実はずっと撮影中なんですが、最初に始めるとき、日付を見ればわかりますよね。服を見てもわかります。服の話が出たのでお話しするんですが、私は T シャツが本当に多いです。 T シャツが100着はあると思います。開封していない T シャツもたくさんあります。ほとんどはドクターストーンが描かれた T シャツです。三剣ロック T シャツもいくつかあります。そしてゆるキャンの T シャツもあります。その他にはスター・ウォーズ、ドラゴンボール T シャツなどなど、もちろん当然ワンピースの T シャツもあります。 T シャツがこれだけ積まれているんです。これだけ積もった T シャツを全部着ることはできないので、積もった上の部分だけずっと着ます。新しい T シャツが下にたくさん積まれています。だからこそ気づいた方はご存知だと思いますが、映像で着てきた T シャツがくるくる回っています。さあ、今日も講義の時間です。講義を取り続けたら心が楽ですね。代わりにディレクターさんは作業量がもっと多くなると思います。講義映像くらいは楽に編集できます。皆に良いことですね。それでは今日の質問を読んでみます。こんにちは、ボイチ先生。ずっと前から先生の映像を見ながら漫画を勉強しています。先生の作品オリジンと三剣ロックは私に大きな影響を与えました。特に剣の胸と背中の筋肉の描写が大好きです。私が三剣ロックを連載していた時代に、剣の胸にペンタッチを狂ったようにしてこう叫んだことがあります。私がいつまで男の胸にペンタッチをしていなければならないの？その時、誰かがそのエピソードを聞いてこんなことを言いました。それはボイチ君が上手だからそうなんじゃないの？そういうことがあったんですが、事実ではありません。私は男の胸をうまく描けません。私にいい話をしてくださったり、ブツブツ言わずにそのままやればいいんだよという意味でお話しされたようです。とにかく読み続けます。先生は教科書編でつぐももについて話してくれました。つくももは本当に面白い作品ですが、これが21世紀型漫画で必ず見なければならないほどの作品ですか？もちろん面白くて絵も素敵です。しかしそんなに絶賛するほどですか？そして漫画の教科書を見て勉強するということは漫画を模索するということですか？漫画の模索ならどんなことを学ばなければならないのでしょうか？絵柄とスタイル、演出、ストーリー、漫画のカット構成、どんなことを重点にして勉強しなければなりませんか？他の大陸圏にあるけど、あなたの創作活動とロークに引き続き応援します。先生の新しい挑戦にも応援します。ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にすごくいい質問です。特に申し上げた教科書に対する映像をご覧になって、それについて質問をくださったというのがとてもありがたくないですか？私たちの話をよく聞いてくださったじゃないですか。そしてそれを全部考えてくださったじゃないですか。本当にありがたいことです。いい質問です。質問をくださったんですが、すでに答えを知っている方の質問です。今この質問の半分をもう一度読むと答えになります。まるでこういうことです。1987年に、ああ、話がまた長くなるね。これは本当に面白いエピソードです。漫画の教科書についてですが、漫画の教科書は必ずしも大ヒットした作品が教科書である必要はありません。大ヒットしたい方には大ヒットした作品が漫画の教科書だけど、漫画の教科書という単語がついたのは漫画の勉強をするとき誰が見てもいい作品だし、そこに漫画に必要な数多くのものが盛り込まれている、そういうのが教科書だということですよね。映画の教科書で最も代表的な作品は何ですか？市民敬遠ですよね。市民敬遠が大ヒットした作品ですか？違います。
市民敬遠は商業的に失敗した作品です。しかし世代を重ねても市民敬遠は映画の教科書です。私はゴッドファーザーも教科書だと思います。当時歴史上最高のヒットを記録した作品です。風と共に去りぬ後、飛び越えてヒットした作品です。大ヒットしたからゴッドファーザーを教科書だと思っているのでしょうか。違います。私たちが学ぶべきことがいっぱい入っているから、全てのシーンとショットに学ぶことが全部盛り込まれているから教科書なんですよね。教科書ってそういうものじゃないですか。この部分は必要ない部分もあるんだけど、こうしたら教科書じゃないじゃないですか。教科書は必要だと思うものだけいっぱい入っています。それが本当の教科書ですよね。映画はゴッドファーザーもそうだし、市民敬遠がそういうことです。漫画界では21世紀の漫画教科書は私の考えではつぐももだと思います。漫画の世界で永遠に変わらない教科書、ワントップ。教科書の中に教科書、教科書の教科書の教科書の教科書は100年経ってもアキラでしょう。私は断言します。100年が過ぎたんですが、アキラを教科書で人々が見なければ、それは漫画界の深刻な問題が生じたのです。漫画界が何か間違っているのでしょう。アキラを教科書で見ていると、漫画界は異常ないなということです。なんとアキラです。アキラが1982年から連載されました。そのアキラが当時の最高ヒット作ではありません。すごいヒット作であることは確かだが、最高のヒット作とは言えません。ヒット作なのでアキラの教科書というわけではありません。それでは教科書は何でしょうか。教科書の条件に必ずしもヒット作というわけではないんですよね。そしたらすごく面白い作品だよ、これ教科書なんでしょうかね。違いますよね。なぜか教科書が面白いと思ったことはありますか。教科書が面白い方ももちろんいらっしゃるでしょう。勉強がとてもできる方ですよね。私とディレクターさんは教科書を面白いと思ったことはありません。そうです。面白い、面白くないということは重要な要素ではありません。つぐももは本当に面白い作品です。とても面白いです。私はつぐももがもし面白くない作品であっても、つぐももは教科書だと言ったはずです。なぜか面白さは教科書の基準ではないですからね。成功した漫画も教科書の基準ではなく、面白さも教科書の基準ではありません。それでは教科書の基準は何か。学ぶべきことがたくさん盛り込まれているのが教科書の基準です。質問をくださった方がこうやって話してくださいました。教科書を見て何を勉強すればいいですかと質問されて、絵柄、スタイル、演出、ストーリー、カット構成、どんなことを勉強すればいいんですかと聞かれました。この全てを勉強できるのが教科書です。だから質問者が答えをご存知なんです。この方はすごく賢いです。すでに答えをご存知です。おっしゃったこの全てを勉強できる作品がつぐももです。それで私がつぐももを教科書で参考にすればよいと申し上げたんです。もちろん自分の好みにあって、私がなりたいロールモデルになることを教科書にすればいいんですが、基本的にみんなが見ないといけない教科書というものなら、当然学ぶことがいっぱい入っていなければなりません。そして基礎がしっかりした作品でなければなりません。漫画家になるために基礎で充実しなければならないということを感じることができること。人体の勉強はよくできていない人みたいだけど、遠近法の基礎はよくできていないようだが、演出法がよくわからないようだけど、これではみんなの教科書だと提案することはできません。基礎がしっかりしていなければなりません。それが教科書なんですよね。そして教科書は将来の漫画のモデルであるべきです。現在は愛されているヒット作ですが、私が漫画家としてデビューして活動する時、その時
過去のスタイルになってしまった作品といえば、この作品を見て私が勉強したら旧式スタイルの新人作家になってしまいます。だから教科書にしようとする作品は、未来の漫画家が持たないといけないものを持っていないといけません。1980年代のアキラがそんな作品です。漫画というものがこれから100年経っても持つべきものを、漫画史上初の作品がアキラです。とてつもない未来の漫画でした。もちろんものすごい漫画的な基礎、絵とストーリー演出に対する基礎が盛り込まれているとともに、最先端そのものでした。ただの最先端じゃなくて、未来の教科書としても十分に使えるほど、そんな最先端でした。そして21世紀にはまさにつぐももです。私はこう思います。私はそう判断しました。ではこの教科書はどのように使用すべきか、質問された方が、模索をしなければならないんですか？どうすればいいんですか？こうやってお聞きになったんですが、そうです。模索はいい方法です。この教科書を見て模索をした方がいいんじゃないと思ったら模索をしてください。けれど、ある学問の教科書があると考えてみましょう。これを書き写してみるのは勉強をするいい方法です。しかし必ず書き写すことだけが勉強をすることではありません。たくさん読むのもいい方法でしょう。このようにつぐももをずっと見るだけでも勉強になるでしょう。しかしあれこれ他の漫画100冊を読んだら勉強の効果はある程度あると思いますが、実際には漫画を見て楽しんだだけです。でも教科書になる漫画を100回繰り返して読んだら 1000%、1億%勉強をしたことです。この世に存在する全ての教科書は繰り返して見るために存在するのです。繰り返して読むだけでも良いです。私が教科書だと思うものの中には、市民敬遠、ゴッドファーザー、アキラ、つぐもも、そして電影少女、ろくでなしブルース、こんな教科書も存在します。これらの作品で私たちが勉強するための一番良い方法で、私が差し上げる提案は、模索もしてたくさん見るのもいいし、必要な時その部分だけ探しても見るのもいいけど、全ての教科書がそうであるように、そこに含まれている原理を把握しなければならないとなります。これは何の原理なのか、どんな原則や法則が盛り込まれているのか、創作についてどのような方法を話しているのか、これをご覧にならなければなりません。最後に教科書としてしなければならない役割をもう一つ申し上げます。これをお話しして教科書の話を終わらせたいと思います。ただの教科書じゃなくて、本当に良い教科書はただ学ぶことが多いだけではいけません。何が入っていなければならないでしょうか。それはどう生きていけばいいのか、どう考えればいいのか、どう判断すればいいのか。これが入っていたら、これが本当の教科書なんですよね。私が教科書を見るのに文法とか公式なんか覚えるのではなく、どう考えて漫画家としてどう生きていけばいいのか、これが分かったらこれが本当の教科書なんですよね。そういう意味でつぐももは私の教科書です。私よりずっと若い作家さんなんですが、この若い作家さんがどんな努力とどんな情熱で漫画を描くかどうかの、どう生きるのが理想的な漫画家の生き方なのかということが込められていると思います。私も辛い時、あるいは妥協したい時、つぐももを考えると、もっと努力しないと、もっと頑張らないといけないんだ、もっと基礎を積まないと、油断しないようにしよう、何より私はまだまだなんだ、こんなものをつぐももを見たり思い出したりすると、私は感じることができました。だから私にとってつぐももは21世紀の教科書なのです。皆さんに合った良い教科書をぜひ見つけてください。今回の映像はここまでです。映像を見てくださってありがとうございます。